ざよい姉様のお部屋です。ようと言いますか、心細いとのことで。はい。縄文での鬼との戦いで健介殿が見せた統率力に痛く感銘し、ぜひ教えを請いたいとのことです。それでも良いのです。姉様はどうしても健介殿からご教授をと願っておられます。よろしくお願いいたします。それと、先ほどから気になっていたのですが、対等しなくてよろしいのですか？それはそうですが、強胆な人ですね。いえ、もう良いです。では健介殿、こちらに座布団持ってきたぜ。相模の各地から集まった報告書や書類です。次の戦が始まるまでに対処しておきたかったのですが、私たち3人だけではここまでが精一杯で。このありさま、北条を継ぐ者としてお恥ずかしい限りです。これらを悪用するような方ではないのは今までの働きでちゃんと存じていますから。目安箱にあった申し出の残りはあとこれだけです。はい、母様が民の声を直接聞きたいと設置したものですが、何か？まずは伊豆で電波を耕しています。年貢が国主様がおっしゃっていたものよりずっと重いんですが、どうしたんでしょうか、だそうです。こっちはエリゼニ令が出されて久しいのに、取引先が永楽生以外で支払いをすると言って譲りません。なんとかしてください。これはふむふむ、ご作人をしています地主様が作った米を全部持って行ってしまいます。
これでは暮らしていけません。だってさ。お姉ちゃん、だんだんわけがわかんなくなってきたよ。でもお母様は全部の申し出をバーって読んで、パパパパパーって指示出してたぞ。分類ですか？ではそうやって分けていきましょう。健介殿。なら三日月が読むぞ。暁ちゃんは一緒にどう分ければいいか考えてくれる？わかりました。終わりました。三日月姉さん、終わりましたよ。起きてください。もう食べられない。暁ちゃん、三日月ちゃんもとっても頑張ったんだから寝かせておいてあげて。姉様がそうおっしゃるのでしたら。健介殿もありがとうございました。いえ、最初に健介殿が書類を分ける話をしてくれなかったら、あの目安箱の中身をどうするかでもっと行き詰まっていたと思いますから。三日月姉さんは多分こうなったら朝まで起きないかと。でもご褒美ですか？お茶ですか？では私の作法もご存知ですよね。ありがとうございます。ちょうど喉が渇いてたところだったので、美味しいです。はい、ありがとうございます、健介殿。これ、何ですか？私も見たことないです。不思議な形。南蛮のはあ。健介殿、
ありがとうございます。なら、遠慮なく。いただきます。は、これは。それでも、こんなの、はしたないですよね。健介殿。ありがとうございます。これ、本当に美味しいです。コンペイトウも甘いよ。幸せ。うまい。だったら、私も。そういえば、コンペイトウもですけど、このお団子も、どうしてこんなに甘いんですか？健介殿。健介殿、お茶欲しいです。だったら、私も。そういえば、コンペイトウもですけど、このお団子も、どうしてこんなに甘いんですか？健介殿。あんこが甘いんです、姉様。都にはこんなにお砂糖があるんですか？試す。でも、どうしてそんなことを？確かに。そうですね。
衛隊の方が言ってらしたのはこのことですか。びっくりしちゃったよ。それはそうですね。みんなが金平糖を食べられる世の中になれば戦なんてきっとなくなっちゃいますよ。そんな簡単なものでしょうか。はい。目安箱も相模や伊豆を少しでも良くしようって思う母様の気持ちがこもってるものですから。そうですね。でも母様はあの仕事を一人であっという間にさばいてたんですね。はい。さすが母様としか。鬼の話があるのは予想していましたが、もちろんですよ。私たち北条家は六樹黄金、民の六と寿はまさに穏やかなるべしという言葉を初代伊勢総雲庵より受け継いでいますから。それに検知も母様の代になった時にも行って不当な年貢を取らないようにしているはずなんですが、鬼が暴れて年貢を納めるどころではないという話もありましたけど、人に関しては母様の目が届かなくなってからということなんでしょうね。はい、弱った北条をさらに乱す策という可能性もありますし、まずは不正を行っている地主や役人がいないかをちゃんと確かめて、同時に生活に行き詰まっている民には民の側からも確認を取って対応を考えるべきですね。ならそこは小田原から信頼のおけるものを回せばいいですね。暁ちゃん、手配はお願いしていいかな？もちろんです。なくなっちゃいました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。これで明日も頑張れます。健介殿もそういうことはあるのですか？でしたら私たちと同じですね。そうですね。
三日月ちゃん、おはよ姉ちゃんたち、なんだか甘い匂いがするぞ。う。三日月ちゃん、そんな寝ぼけちゃダメだよ。くすぐったいて姉ちゃん、おいしそう。ちょっと三日月ちゃん。三日月姉さんの分はちゃんとありますから。す